ユミが退職届を差し出しました。ユミの自転車のサドルをブロッコリーにしたり、ユミのロッカーの中に見知らぬ男を忍ばせたり、弁当箱の中身を食品サンプルにすり替えたり、店長の嫌がらせは陰湿さを極めます。ユミの心はボロボロに擦り切れていました。世界の歌姫田中由美への壮絶な触媒いじめ動画、SNS に公開された男の末路、想像以上にヤバかった、絶望からの逆転劇をお楽しみください。世界中が注目する音楽番組、ワールドドリーム。その華やかなステージの頂点に立ったのは、一人の日本人主婦、田中由美でした。彼女の圧倒的な歌声は国境を越え、言語の壁を突き抜け、聴く者すべての魂を震わせました。優勝が決まった瞬間、会場は割れんばかりの喝采に包まれ、由美は一夜にして世界の歌姫という称号を手にしたのです。しかし、日本への帰国を控えた飛行機のシートで、由美は静かに自分自身と向き合っていました。由美はオーディションで優勝したものの、華やかな海外デビューは選ばず、特別にスティーブンのプロデュースをいつでも受けられる環境で、日本で活動していくことを決めました。これから始まるのは夢の終わりではなく本当の始まりなんだわ。という強い使命感です。由美には、誰にも打ち明けていないもう一つの夢がありました。それは、日本最大の音楽イベント、スターライトジャムのステージに立つことです。彼女の心の中では、世界で認められた今だからこそ、生まれ育った日本の人々に向けて感謝と希望の歌声を届けたいという思いが、熱いマグマのように煮えたぎっていました。ワールドドリームで優勝した日のホテルで、スターライトジャムの公式サイトを調べていた由美は、その厳しい出場条件に愕然とします。そこには、1年以上の継続的な音楽活動実績と、SNS の総フォロワー100万人以上という、プロとしての実績を問う項目が記されていました。帰りの飛行機の中で、主婦からいきなり世界の頂点に駆け上がった由美にとって活動歴は皆無に等しく、SNS さえ持っていませんでした。いくらワールドドリームで優勝したからといって、伝統あるイベントのルールは変えられないのかしら。と、彼女は深いため息をつきます。自分の力だけでは、どんなに願っても届かない場所がある。その現実に、一時的に心が折れそうになる由美でしたが、彼女の運命は、日本の土を踏んだ瞬間に大きく動き出しました。空港の到着ロビー。一人の女性が由美に近づいてきました。派手髪の女性、如月亜美は、由美の目を見つめながら一枚の名刺を差し出しました。田中由美さん、あなたの歌声、私の心に直接届きました。ぜひ私とコラボしてくれませんか？その唐突な申し出に由美が戸惑っていると。私は如月亜美、ネットの世界では VTuber のワックンとして活動しています。その名を聞いて、由美は息を飲みました。ワックンといえば、チャンネル登録者1000万人を誇る、日本を代表するトップ VTuber です。亜美は続けました。実は今回からスターライトジャムにはコラボ枠という特例があります。これなら、活動歴のない由美さんでも、私と一緒にあのステージに立てるんです。その提案は、由美にとって奇跡そのものでした。自分一人では開かなかった重い扉が、運命の出会いによって開かれようとしていたのです。由美は震える手で亜美の名刺を握りしめ、力強くうなずきました。帰宅した由美は夫の太郎と高校生の娘のひなに、食卓で正直な思いを打ち明けました。ワールドドリームで優勝したけれど、私、本当は日本のスターライトジャムにも出たいの。今のパートをやめて今後の音楽活動のために本気で向き合いたいと思ってる。自分らしく生きるのが一番だよ。と太郎は優しく微笑みました。お母さんの歌、大好き。応援するね。とひなも無邪気に笑います。家族の深い愛情に支えられ、由美の迷いは完全に消え去りました。
翌朝、由美は一枚の封筒を用意しました。その表書きには退職届の文字。長年、家計を支えるために勤めてきたスーパー、F フレッシュマートへの別れを告げる決意です。しかし、この時の由美はまだ知りませんでした。この退職届が、彼女を想像を絶する試練の渦中へと叩き込むことになることを。由美は決意を胸に、長年勤めてきたスーパー、F フレッシュマートの事務所のドアを叩きました。中には、この店の実質的な権力者である店長の黒田が、不機嫌そうに書類を眺めていました。由美が震える手で退職届を差し出すと、黒田はそれを一別しただけで鼻で笑いながら言いました。今月だけでパートが5人も辞めんだよ。お前みたいな使える駒にまで抜けられたら、店が回らんやろうがい。黒田は由美がワールドドリームで優勝したことをニュースで知っていました。しかし、彼は祝福するどころか、自分が見下していた一階のパート主婦が世界に認められたという事実が、我慢ならないほどの嫉妬となって渦巻いていたのです。世界で認められたからっていい気になるなよ。ここの主は俺だ。黒田の冷酷な瞳が由美を射抜きました。音楽に専念したいんです。と由美は必死に訴えましたが、黒田は聞き入れません。結局、由美はあと3ヶ月だけ働くという条件で、ようやく受理されることになりました。黒田の嫌がらせは、受理した直後から始まりました。彼は、有名人の顔がレジにあると冷やかし客が殺到して迷惑だ。という理由をつけ由美を接客から外し、地下の薄暗い特別調理場へと追いやりました。そこは冷房も満足に効かない、油の熱が充満した密室でした。由美に与えられた仕事は、大量のお弁当の盛り付けや揚げ物のパック詰め、かつては笑いながら働いていたレジカウンターとは対照的な、孤独で過酷な環境でした。お前みたいな自称世界の歌姫にはここがお似合いだな。黒田は時折調理場に現れては、由美を嘲笑いました。彼は由美を精神的に追い込もうとしていました。由美が世界で浴びたスポットライトを、この油の熱でかき消そうとしていたのです。調理場での作業は想像を絶するものでした。山のような揚げ物をパック詰めし、階段を往復して陳列する黒田はわざと由美にだけ過酷な量のノルマを課しました。由美の繊細な指先は絶え間ない作業で赤く腫れていました。しかし、由美は黙々と手を動かし続けました。彼女の脳裏には、空港で出会った網の言葉と、自分を信じて送り出してくれた家族の笑顔がありました。今ここでくじけたら、私は一生自分を許せなくなる。由美は黒田に罵倒されるたびに心の中でスターライトジャムのステージで歌う自分の姿を思い描きました。皮肉なことに過酷な労働の中で彼女が口ずさむ鼻歌だけが彼女の精神を支える唯一の拠り所となっていました。そんな由美の様子を黒田は事務所のモニター越しに冷ややかに監視していました。やめさせねえよ。せいぜい地獄を味わうがいい。黒田の執念深い攻撃は単なる仕事の強要に止まらず、人間としての尊厳を奪ういじめへと変貌しようとしていました。由美にとって辞めるまでの90日間は、世界一高い山の頂から奈落の底へ突き落とされたかのような絶望的な試練の始まりとなったのです。特別調理場という名の檻に閉じ込められた由美を待っていたのは、もはや仕事の指導とは呼べない黒田店長による執拗な人間性の破壊でした。黒田の嫉妬心は狂気へと変わり、由美がミスをしていなくてもガミガミと怒鳴り散らすのは日常茶飯事となりました。ある日、作業に追われる由美の背後から、黒田は冷え切ったバケツの水を容赦なく浴びせました。手が遅いんだよ。頭でも冷やせ。と嘲笑う黒田の前で、
ずぶ濡れになったユミは言葉を失いました。さらに嫌がらせは陰湿さを極めます。ユミにお物まみれのトイレ掃除をさせたり、弁当箱の中身を食品サンプルにすり替えたり、ユミのロッカーの中に見知らぬ男を忍ばせたり、火炎放射器を持った世紀末風の肩パッドの男に襲わせたり、ユミの自転車のサドルをブロッコリーにしたり、作業靴の中に大量の虫を仕込んだり、ユミが悲鳴を上げると黒田は周囲に聞こえるような大声で、世界の歌姫はドッキリで大騒ぎか。と囃し立てたのです。精神的な追い込みは職場外にも及びました。黒田はユミが履歴書に記載していた電話番号とメールアドレスを悪用し、あるおことか多数の卑猥なサイトや怪しいサイトに勝手に登録したのです。ユミのスマートフォンには昼夜を問わず卑猥なメッセージや着信が鳴り響き、彼女は私生活でも安らぐ時間を奪われていきました。もう、歌えないかもしれない。何度も繰り返される罵倒と執拗な攻撃に、ユミの心はボロボロに擦り切れていました。かつて世界を圧倒したあの誇り高い歌姫の姿はどこにもなく、ただ震えながらバック詰めをする影の薄い女性がそこにいるだけでした。そんな地獄のような調理場の隅々まで、黙々とモックをかける一人の男がいました。清掃員のアルバイトとして勤務する大地です。彼は職場内でも空気のような存在として扱われており、黒田も大地の前では警戒を解いてユミへのいじめを公然と行っていました。大地が常に着用している濃い色のサングラス、それは単なるファッションではなく、高精細なカメラレンズを内蔵したスマートグラスだったのです。大地は、ユミがワールドドリームで日本中を感動させたあの瞬間をテレビで見て、彼女の歌声に救われた一人でした。世界の宝がこんな男に壊されていいはずがない。大地は、黒田がユミに水を浴びせかける瞬間、靴に虫を入れる現場、そして口にするに応えない暴言の数々を、すべてサングラス越しの視点から克明に記録していました。彼は、ユミが耐え忍ぶ姿をレンズ越しに見つめながら、静かに反撃の準備を進めていたのです。ついに大地は動きました。彼は編集した動画に、拡散希望、世界の歌姫田中ユミへの壮絶な職場いじめ、というタイトルを添え、SNS に公開しました。ユミが世界的スターであること、そしてスーパー F フレッシュマートで行われている蛮行があまりにも対照的であったため、動画は投稿からわずか数時間で爆発的な勢いで拡散されました。なんてことするんだ。神よ、弓を祝福しろ。こんな店二度と行かない。ネット上には黒田に対する怒りの声が怒涛のように溢れ出し、お前の人生終わり。大炎上が巻き起こりました。炎上の火の手はリアルな世界にも及び、スーパーには抗議の電話が鳴りやまず、店舗の中には報道陣が詰めかける事態となりました。さらに大手ニュース番組で映像が全国放送されると、黒田は顔面を蒼白にさせました。本部から即座に解雇を言い渡され、彼は公の場での謝罪を余儀なくされましたが、時すでに遅し、客足は完全に途絶え、地域からの信頼を失った F フレッシュマートは騒動からわずか1週間後、虚しくも閉店へと追い込まれました。ユミを苦しめた黒田は自らの悪意によって崩壊しました。大地が静かに会釈した時、ユミは初めて自分のために戦ってくれた人がいたことを知りました。ユミの方を伝う涙は絶望の涙ではなく、止まっていた時計が再び動き出す解放の涙でした。スーパーの廃業という衝撃的な結末により、ユミは約束の3ヶ月を待たずして自由の身となりました。ユミが向かったのは、ワールドドリームの審査員を務めたスティーブンが経営する
世界屈指の音楽スクールの日本支部でした。スティーブンはユミが職場で不当な扱いを受けていた事実を知り、彼女に特別レッスンを申し出ました。君の歌声は世界の宝だ。汚れは私がすべて洗い流してやる。という彼の力強い言葉に支えられ、ユミは朝から晩までスタジオにこもりました。ユミの精神的苦痛で鈍りかけていた感覚は、厳しくも愛のある指導によって研ぎ澄まされ、その歌声は以前にも増して深みと凄みを帯びていきました。技術を磨く一方で、ユミは大きな課題に直面していました。活動に必要不可欠な SNS での発信です。しかし、彼女は自他どもに認めるアナログ人間。バカにしないで、検索くらいできるわよ。困り果てたユミを助けたのは、娘のヒナでした。お母さんの歌は絶対にみんなが待ってるよ。とヒナは手際よく YouTube のアカウントを開設し、翌日、レッスンの合間の様子を動画で投稿し始めました。その結果は、まさに驚天動地でした。ユミのひたむきな努力と透き通った歌声は、開設からわずか1日で300万人ものチャンネル登録者を呼び寄せました。世間を騒がせたいじめ事件からの奇跡の復活劇は多くの人々の共感を呼び、ユミのチャンネルには世界中から応援のメッセージが殺到したのです。YouTube の AI が人間を支配しているかのような理不尽な収益化停止が相次ぐ厳しい状況下にあっても、彼女の圧倒的な支持と活動は、異例な速さで収益化の承認を勝ち取りました。そんな中、運命の電話が鳴りました。相手は、ユミをスカウトした如月亜美でした。亜美から送られてきた楽曲データをヘッドホンで聞いた瞬間、ユミの目から涙が溢れました。それは、これまでの苦しみや家族のあり、そして未来への希望をすべて織り込んだ、壮大なメロディーでした。これだわ、私の魂が求めていた歌は。と、ユミは確信します。亜美はスターライトジャムの運営側と交渉を進め、正式に2人のコラボ出演が決定しました。亜美からは、会場の地下にあるミニライブハウスで、本番1ヶ月前から一緒に練習しましょう。許可をもらいました。という連絡が入りました。2人はついに、直接顔を合わせて声を重ねる約束を交わしたのです。スターライトジャム開催1ヶ月前、ユミは高鳴る胸を抑えながら会場へと足を踏み入れました。そこには、一人の女性としてまっすぐに自分を待つ如月亜美の姿がありました。ユミさん、準備はいい？私たちの歌で日本中をひっくり返してやりましょう。亜美の言葉に、ユミは力強くうなずきました。二人の歌声が重なった瞬間、スタジオの空気が震えました。世界の歌姫ユミの魂を揺さぶる歌声と、ナンバーワン VTuber 亜美の時代を象徴する感性が融合し、これまでに誰も聞いたことがないような奇跡のハーモニーが誕生したのです。ブラック職場のいじめという奈落を経験して這い上がったユミ。彼女の歌声は、今や一人の主婦のものではなく、絶望の中にいるすべての人々を照らす希望の光となっていました。1ヶ月後の本番、スターライトジャムの会場に、日本音楽史に刻まれる伝説の幕が上がろうとしていました。ユミはマイクを握りしめ、自分を支えてくれた家族、大地、そして応援してくれるすべての人々を思い、最高のステージへ向かって一歩を踏み出しました。その歌声は、会場の隅々まで、そして空の向こうまで響き渡りました。
てた I dreamed a dream 希望の光生きているからまた願える制服のまま時に追われて応援もなく日々は過ぎてゆく輝く未来と多すぎた空夢は思い出に押し込めたままでも胸の奥小さな声が負けないでとささやいていた生きているから終わりじゃない勇気はまだここにある I dreamed a dream 過ぎ去った日々も絶望さえも歌に変えて I dreamed a dream 光がある生きているから立ち上がれるありがとうおはよう。昨日のユミさん見た？すごかったね。世界の歌姫、声が綺麗だよね。そうだね。あいつの教室はここか。絶対に許さないんだから。リュウのクラスに転校してきた外国人。彼の趣味はスマホを片手にライブ配信。迷惑行為は罪のない個人や日本の伝統にまで及び始めました。日本のヤクザに喧嘩を売った外国人の末路。彼を襲う謎の人物。その正体は君の未来を汚す Whispers don't give up softly to me Because